ミルトンチャンネルです。今日はうるさかった 12V クーラーの静音化に挑戦してみました。その取り付けたアイテムがこちら。今回の取り付けは失敗の連続で使える機種選びにも苦労しましたが、結果的にはクーラーの音量を 75dB から 35dB まで下げれましたので、かなり楽しかったです。今年導入したこのネックポッカの 12V クーラー、市販のスポットクーラーよりよく冷える上にお値段も手頃で快適に車中泊できるのですが、一点どうしても改善したい課題がありました。それはこのクーラーの稼働中の音量が大きいこと。エアコンの風量を一番最弱で動かしても 70dB あり、結構うるさいです。体感的には扇風機を強で回し続けているぐらいの音量があります。今回はこのネックポッカのクーラーの音量を下げるべく室内機を分解してみました。この室内機をケースを外したところに 12V ファンのファンが回る速度を遅くしてもっと音量がちっちゃくなるようにできるかもしれないんで、とりあえずそういった形で加工してみます。これも簡単に外れそうなのでとりあえず外してみます。この赤丸部分を取り外す映像がうまく撮影できてなかったのですが、平型端子でカプラー部分と接続されていました。こちらはネックポッカのクーラーから取り外したカプラーですが、このように平型端子が仕込まれているので、エーモンの平型端子セット250型を使えば仕込めそうだったので、こちらを購入してみました。また電圧を下げてファンの回転数を落とす DC-DC コンバーターという製品を Amazon で購入しました。この製品は 12V のものを 5V に電圧を下げてファンの回転数を落とす仕組み、最大電流 10A のものを購入しました。実はこのコンバーター、実際に室内機に仕込んでみても起動すらしなかったのですが、この後静音化に成功するファンの制御装置も全く同じやり方で接続していきますので、一旦このコンバーターの接続方法をご覧いただきます。映像のように中継するための4本のケーブルが出ているので、これらにエーモンの平型端子でつなぎ、室内機のモーターと基板の間に中継させることにしました。このクーラー側のカプラーのオスの端子2つは DC-DC コンバーターのインプットの方の赤と黒の端子のこの部分に接続できるようにメスの端子を仕込んでいきます。こちらがエーモンの平型端子セットのオスの端子と、こちらがメスの端子ですね。まずはこの2本のメスの端子を仕込んでいきます。このメスの端子2つを仕込む前に、先にこちらの絶縁用のスリーブをこのインプットの方に仕込んでおきます。次にこの芯線の部分にメスの端子を仕込んでいくのですが、このように芯線が抜かれている状態になっているので、これはこのまま使えるのでかなり便利です。このように入れていきます。で、こちらの部分で芯線のこの金属の部分をかしめて、そしてこの部分でこのケーブルの部分をかしめるような形になります。この芯線の部分のみでかしめてしまうと、このメスの端子がそのままスポッと抜けたりするようですので、このような形で仕込むようになります。締めるのに使うのは電光ペンチ。こちらの 1.5 と書いてある方で、まずは芯線のこの部分をかしめていきます。この部分まで芯線を入れたら、このダイソーの電光ペンチの 2.5 と書いてある方でまずはかしめます。このような感じですね。このように一旦軽くかしめられたら、この 1.5 と書いてあるこの山形になっている部分を上にして 1.5 の部分に合わせてかしめていきます。で、正式にギューッとかしめていきます。続いて被膜の部分の赤いケーブルの部分もかしめていきます。この部分も同様にこちらの 5.5 と書いてあるこの部分でかしめて、その次にこの 2.5 でかしめます。このように山形になっている部分の 5.5 のところにこの部分を上に合わせて一旦軽くかしめます。このように軽くかしめられたら、この 2.5 と書いてある部分の山の部分を上にして、で再度ここの同じ部分に合わせてかしめます。しっかり固定されて引っ張っても抜けないような感じになります。マイナスケーブルの部分も全く同様の手順でかしめました。これで外れることがないような感じで綺麗にかしめられました。クーラーのカプラー側のこのオス端子の部分にはちょっと強引ではあるんですけども、絶縁カバーをかぶせておきます。少し強引にやれば入ります。これはこのような感じです。
はい、このように入りましたので、これとこれを接続します。接続ミスがないように必ず配線の色を確認して、黒は黒のマイナスケーブル、上にカバーをかぶせて、こちらの方のカバーもかぶせてあげればこれでいいです。これで完了です。次にアウトプットの方にはオスの端子を仕込んでいきます。こちらもオスの端子を2つ仕込む前に絶縁スリーブを2つとも入れておきます。全く同様の手順でオスの平型端子を仕込みました。これで OK です。引っ張っても取れないですね。配線はこの部分の2本の線がある方に、この取っ手の部分が上になるようにしてこの部分に差し込んであげれば OK。 これで OK です。ネックポッカの室内機のメスの方の端子なんですけれども、すでに絶縁スリーブが仕込まれていましたので、これはこのまま流用したいと思います。これで取り付けてきました。これでうまくいってくれたらめちゃくちゃ嬉しいんですけどね。温度センサーケーブルは赤丸部分に挿していきます。仮固定できたのでスイッチを入れてみます。うっそー、マジでエラー2という表示が出て動かなくなってしまいました。ダメですね、この作戦。ちょっと作戦を練り直して違う方法を考えたいと思います。この後ブログの視聴者さんに教えてもらったところ、このタイプのファンは電圧ではなく電流で動いているとのことなので、 DC スピードコントローラーというものを購入してみました。 DC-DC コンバーターを使ってもエラーが出るだけで全くエアコンが起動しなかったので、 DC スピードコントローラーというものを買ってみました。 DC スピードコントローラーです。このように差し込んで、この部分で速度を上げたり下げたりするようになっているようです。こちら側の2つをモーターにつないで、こちら側の2つをインプット側につなげば大丈夫だと思います。この DC スピードコントローラーはこの部分にヒューズが 10A のものが仕込まれていて、万が一のショート対策もできているので、そういった意味ではこれを使うのは安心です。と、この時点では動きそうな予感で話していますが、この DC スピードコントローラーも起動すらしてくれませんでした。こちらのスピードコントローラー仮設置してみました。電源をオンにしてみたいと思います。いけるか？いけた？ダメ？これもダメですね。マジか。もう一回。いけた？いけた。ダメ？ダメか。ちょっともう一回やってみよう。流れている電流の量の問題かもしれないと思い、いろいろ試行錯誤しましたが、これも全く動きません。きた。ダメ？ダメか。一瞬ファンは回ってるようなんですけども、ダメですね。もしかしたらこの容量不足かもしれないんで、このスピードコントローラーまた別のやつをちょっと買ってみようと思います。このスピードコントローラーは 10A で動くタイプで、容量不足が疑われたのでネックポッカに問い合わせてみました。そこで返ってきた返答が、最低 15A の電流が必要との返答がありました。3度目の正直で DC スピードコントローラーを購入してみました。この商品は DC6V から 48V に適合、最大 30A まで使用できるので問題なく動いてくれると思います。こちらが速度調整ノブになっていて、切り替え式でスイッチでオンオフができるようになっているようです。端子は今までの商品と同様、インプット、パワーのプラスとマイナスとモーターのプラスとマイナスにケーブルをつなげばすぐに使えるような状態になっています。と、ここでもさも問題なく動くかのような前振りをしていますが、実はこの DC スピードコントローラーも全く動きませんでした。接続ミスがないかも何度も確かめましたが、起動すらしてくれません。今回は電圧も電流も適合範囲で、ネックポッカからも電流さえ流れていれば動くと言われていたので、軽く落ち込みました。この DC スピードコントローラーも結局動かなかったので、とりあえず起動の際にこのファンが何アンペア必要なのかっていうのを一旦電流計で測ってみたいと思います。この室内機にかなりの大電流が流れているかもしれないと仮説を立てて、シャント抵抗付きの 100A まで測定できる電流計を購入しました。こちらは 100A まで電流を測定できます。表示板はこのような感じです。この電流計の配線はちょっと大変でしたが、この配線図に従って
配線しました。だいぶ武骨ではありますけど、プラスケーブルの部分は全部鉄電して危険のないようにしてあります。ではこれにクーラーを接続してみたいと思います。シャント抵抗が含まれているのはマイナス側のケーブルのみになります。では電源を入れてみます。お、動き出しました。快調にエアコンも動いて、すごく涼しい空気が出ています。約 4.4 アンペア程度出ていますね。 4.4 アンペアだと普通にまともに動くはずなんですが、これまで仕込んだスピードコントローラーや電流計が使えなかった理由は分かりませんでした。このシャント抵抗付きの電流計だと起動できて、他だと起動できないというのも謎のままでした。エアコンの起動時だけ電流がすごく流れるかもしれないので、もう一度計測してみたいと思います。問題なく駆動し始めました。一時的に 5.4 アンペアを今記録しました。なんですけれども、駆動し始めてしばらくするとやはり 4アンペアですとか、そういったところに行きますね。そして電圧が 6.43V になっています。この電流と電圧の値であれば、これまで使ったスピードコントローラーがなぜ動かなかったのか理由が全く分かりませんが、100アンペアのシャント抵抗入りの電流計では動いたので、この部分に瞬間的に大きな電流が流せないと起動しないのかもしれないと仮説を立てました。そこでこれまでよりはるかに大きい電流を流せる60アンペアのスピードコントローラーを購入しました。モーター側がマックスで 100A まで、 DC10V から 55V まで使えるようになっています。スピードコントロールは0から 100% までの形になっています。この部分でスピードを調節して、0の場合はこのようにカチッという風になっているようですね。こちらには3段階の切り替えのスイッチがつくようになっています。接続の端子部分は今までのスピードコントローラーより頑丈な作りになっていまして、ここの幅も大きいですね。ではこの部分にモーター側と電源の入力側両方ともにつないでいきたいと思います。接続する部分に丸型端子を仕込みたいと思います。丸型端子は平型端子と同じ手順で接続できます。はい、では2本とも無事固定ができたので、この部分にプラスとマイナスのケーブルをそれぞれ仕込んでいきます。こちらはマイナスプラスなんですけども、こちらはプラスマイナスになっていますので、間違わないように取り付けます。このプラスとマイナスを間違うとクーラーを壊す可能性もありますので、もしこの作業をされる方はご注意ください。マイナスプラスプラスマイナスというような感じで接続してあります。では入力の端子をこの基板の入力の部分に挿します。はい、これで動くはずです。動いてほしいです。モーター側のマイナスの端子とプラスの端子それぞれつないでいきます。きちんと絶縁もしておきます。電源を入れてみます。はい、こちらの DC スピードコントローラーなんですけども、このように静音化に成功しました。なのでほとんど音が聞こえない、扇風機でいうと微弱風のようなすごく小さい音でモーターを回すことができます。そして風もすごく緩やかな風になりました。今までは70から80デシベルくらいの音量でここから風が出ていたんですけれども、今はもうほとんど音がしないような感じになっています。この部分はダイソーのファスナーテープで固定をしました。このように揺れたりしても落ちてくることはありません。こちらの DC スピードコントローラーで風量を調節できるようになって一点メリットを見つけました。今風量を 4% 程度で回しているんですが、電力消費量はマイナス 0.31 アンペア、ワット数にすると 0.31 アンペア ×12 ボルトなので 3.72 ワット、かなり節電できるようになりました。この DC スピードコントローラーを取り付けて一点起動に関して注意したいことを見つけました。それは一旦電源を落とします。このスピードコントローラーのノブを0から100まで上げた後に電源を入れると、なぜかこのようにエラーが出てしまいます。このようなエラーを出さないために、このようにスピードコントローラーのスピードを 50% 程度にしてこちらの電源を駆動すると問題なくこのように起動されます。このようにエアコンが起動した後は自由に風量を調節することができます。
映像のように 100% の風量でも動かすことができます。風量最大で回しています。風量マックス 100% で動かすと約80デシベル、電車の車内くらいの音量になります。風量を下げます。風量 4% まで下げると約35デシベル、深夜の屋外ぐらいの音量まで下げることができました。このように電流をいじってこの部分が発熱していないかも念のため検証しておきます。フリアのサーモグラフィーカメラでチェックしておきます。多少熱を持っているように見えますが、一番熱いところでも30度程度ですので、使用に問題はないと思います。ちなみにバッテリーの温度も高いところが30度程度なので、使用にはおそらく問題がないと思います。はい、現在時刻2時7分。この DC スピードコントローラーをつけたままで発熱しないかっていうのを朝までクーラーを使って検証してみたいと思います。車内の気温は25度、車外は28度あります。体も冷えてきたので音量を下げてそろそろ寝たいと思います。バッテリーの残量はほぼ 100% から 92.8% まで減っていますが、消費電力がマイナス 0.24 アンペアですので、 0.24×12V で 2.88 アンペアの消費電力になります。手を当ててみるとほんのうっすら風が出ている程度で、エアコンでいう微風のような風が出ている程度です。この状態でも快適に眠れるので、現在の気温は 24.3 度、湿度 53%、この状態でも快適に眠れるので、この状態で眠りたいと思います。ただいまの時刻5時40分。車内の気温は 24.5 度、湿度 60%。結構静かめにクーラーを運転しているんですけども、かなり冷えています。冷風吹き出し口の温度は 8.2 度。この冷風吹き出し口から出てくる風の風量はかなり減ってはいるんですけども、車内はきちんと冷やされています。そして気になる DC スピードコントローラーの温度なんですけども、寝る前とほとんど変わらず平均34度ぐらいの気温になっています。なので長時間使っても平気そうです。かなり車内が静かになりました。このスピードコントローラーで風量を自由自在に調整できるのは大変ありがたいです。10% 程度まで風量を落とすとかなり静かになります。今インバーターが回っている状態なので少し音量が大きめですが、そよ風のような感じで冷風吹き出し口から冷たい空気が出てますので、家庭用のクーラーと全く同じような感じではありませんが、かなり音量が小さくなりました。とはいえこの DC スピードコントローラー、こういったものを取り付けることはクーラーのメーカーのネックポッカに問い合わせたところ、 DC スピードコントローラーのようなものをつけることは推奨しないということなので、完全自己責任になってしまいます。これらの作業はプラスとマイナスの配線を間違ったりするとクーラー自体が壊れたり何らかの事故が起こる可能性もゼロではありません。もしこの施工をやられる方は完全自己責任で安全に配慮して作業されてください。本日もご視聴ありがとうございました。もしこの動画を気に入っていただけたらチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いいたします。